まあ、立体の竜は多分初めて彫ります。竜もね、いろんな表情があるので、これからいくつか彫って、自分のね、自分の竜を見つけていければなと思います。うん。なかなかそうですね、難しいですね。でもなんか、楽しいかなと、うん、思いますね。いや角がね、折れてるんですね、これね。いや、完成だと思ったんだけどな。この部分ね。いやどうしよっかな。まなんとか、なんとか、雰囲気変えて、ちょっと、いじってみようかな。うん。まあ、とりあえずこういう感じかなっていう。うん。なんだろう。サイズ感的にはこんな感じですね。うん。で、傷も、つけ。えーこれもね、やっぱりきっかけは角が折れたっていうことですけども、やっぱりよくよく考えて意味をね、つけていくと、ま初めての竜、ね、これから竜探しの旅が始まるわけですけど、その一歩一歩っていうのはね、険しいもので、そもそも生きて歩んでいくっていうこと自体がね、これは厳しいものです。常に満身創痍と言ってもいいんじゃないかな。うん。それでも引かずに一歩一歩進んでいくぞっていう、そういう思いも込めながらね、不退転、うん、前に進んでいくぞっていうね、そういう思いを込めるに至ったんじゃないかなと思います。今回こういう感じの竜ができました。これからどうしようかな。来年の干支ですしね。何体か掘って、さっきも言ったような自分の竜を見つけていければいいかなと思います。うん。意外とね、難しいけど楽しかったですね。うん。ただやっぱり本当に学ぶところは多かったので、
次に生かしていくべきところは、しっかりと復習して、つなげていけたらなと思いますね。うん。今回目はね、ピンクアイボリーと、これはヘゴだっけな。うん。まあ、なかなか目の色変えるのも面白いかな。次はどうしようかな。次はまあ、白目にしてもいいかなと思いますけど、まあ、それはやっぱり、竜のね、雰囲気によるかなと思うのでね、そうだな。まあ、いろいろ試していこうかなと思います。まあ、なかなかね、このサイズに収めるとなると、なかなか、辻褄も合わせなきゃいけないし、まあ難しいけど、でもまあまあ、うん。まあまあいいんじゃないかな。割と良い面構えの竜ができたんじゃないかなと思います。ね、裏もちょっと傷をつけたりね。うん。ちょっと凛々しく、たくましそうな竜に仕上がったんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、なかなか動画とか写真じゃ伝わりづらい部分はどうしてもあるんですけど、うん。で、まあ、今こういう次の竜をもう始めております。どうなるかなってね、思うけども、まあ、これはまあ、また別の話ということでね。いやなんだ、どうだろうな、40何時間ぐらいかかったんじゃないかなとは思いますね。まあ、どうなのこれが早いのか遅いのかちょっとわかんないですけど、うん。まあ何はともあれ根付けとしての竜をね、これから探求していこうかと思うので、まあ、お付き合いくだされば嬉しいかなと思います。うん。で、まあ、なんか聞きたいこととかね、普段もコメントに書いていただいておりますけども、まあ、これからもいろいろ気になったところとか、意見感想等ありましたらね、書き込んでくださると嬉しいかなと思いますね。うん。ま関係ないけど今夏なんでね、セミの殻を、これは根付けじゃなくて、ただの木彫りですけど、まあ趣味でね、ちょっとやってますけど、本当にこれもう落としたら、折れちゃうっていうかもう、本当めちゃめちゃ薄く削ったりやすったりしているので、うん。これなかなかね、根付けじゃこういうことはできないんですけども、まあこういうこともして、ちょっと息抜きをしておりますよっていう、まあ近況も織り交ぜつつの、まあ動画ですけどね。うん。セミの殻ってね、なんかね、いいですよね。なんでしょうね、儚さが好きなのかな。まあ何はともあれ今回、この竜を無事に、まあなんとか掘れたことは良かったかなと思っております。ねえ、本当に、まあ、今年ももう、これ7月なんで、残すところ、もう半分過ぎちゃいましたけどね。うん。まあ、何はともあれ、完成。次に進みます。どうもありがとうございます。